皆さんこんにちは。立花さゆりです。突然ですが、この人頭いいんやろなって思う人いますよね。ただ難しい言葉を使ったり、専門知識のある人ではないです。本当の頭のいい人は話す前にある3つのことを考えてるんです。今日は頭のいい人が話す前に考えていること3つをお伝えします。これらは本などで得た知識ではなくて、私が普段人と接する中で大事だなと思っていることをお伝えします。では結論からいきます。まず1つ目です。衝動を止めることです。そして2つ目です。相手視点を持つことです。そして3つ目です。発言の目的を確認することです。本当の頭のいい人はこの3つを大事にしています。そして今日の動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話っていうコーナーがあります。今日の小話のテーマは幸せの順番ということでお話ししていきます。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしていいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまず1つ目です。衝動を止めることです。これどういうことかって言いますと、思ったことをすぐに口に出さないことです。頭の回転の速い人ほど実はすぐに喋らないです。なぜかって言いますと、感情をそのまま言葉にしてしまうと言葉がきつくなってしまうからなんです。特にイライラした時、そして焦ってる時、そして否定したくなった時、その瞬間に出た言葉が相手に一度刺さるとなかなか抜けないんです。言葉っていうのはずっと残りますからね。頭のいい人はまず衝動を止めます。そして今これを言う必要本当にあるのか一度考えます。もちろん私だってイライラすることあります。でも感情をそのまま言葉にしてしまうと後から後悔することってありますよね。だからこそ一呼吸置くことが大事なんです。イライラした時は7秒深呼吸をすると感情が落ち着きやすいと言われています。はい、では2つ目です。相手視点を持つことです。これはどういうことかと言いますと、相手がどう感じるかを予想することなんです。これは単なる気遣いではないんです。相手の感情を想像できる人っていうのは会話の時効を減らせる人なんです。例えば自分は正しいアドバイスをしてあげてるつもりでも、相手はうわ責められたっていうふうに感じてしまうことってありますよね。逆に言い方を少しだけ変えるだけで同じ内容でも相手は素直に受け取れるんです。頭のいい人は話す前に必ず相手がどう感じるかを考えてから話します。はい、では3つ目です。発言の目的を確認することです。これはどういうことかって言いますと、今から使おうとしている言葉、何のために言うのかを考えてます。ここ一番大事です。ただ言いたいだけなのか、ただ感情を吹き出したいだけなのか、何かを伝えたいのか、何かに気づいてほしいのか、相手に動いてほしいのか、安心してほしいのか、関係を良くしたいのか、目的によって言葉の選び方は全く変わっていきます。頭のいい人は感情で話すんじゃなくて結果を考えて話してるんです。だから言葉に無駄がなくて相手に伝わりやすいんです。例えばたまに私友達との会話の中でそれ何のために言ったのって聞くことあります。すると意外と特に意味がないかもって返ってくることあります。でも頭のいい人ほど言葉の目的をちゃんと持ってます。だから同じ会話でも相手に伝わりやすいんです。では今日のお話をまとめます。頭のいい人が話す前に考えていること3つです。まず1つ目です。衝動を止めることです。そして2つ目です。相手視点を持つことです。そして3つ目です。発言の目的を確認することです。コミュ力っていうのは口の上手さではなくて、話す前にどれぐらい考えているのか、そこにその人の知性が出ると思ってます。ぜひ皆さん明日から一つだけでも意識してみてください。ここで皆さんに質問です。一番意識してみたいと思ったのはこの3つのうちどれでしょうか？
ぜひコメントで教えてください。続きまして、さゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、さゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。はい、今日のテーマは幸せの順番っていうことでお話ししていきます。この話、私数年前にどっかで読んですごく印象に残った言葉があります。それが、人は成功するから幸せになるのではなくて、幸せだから成功するっていう言葉なんです。最初はどういうことって思ったんですけど、しばらく考えてるうちにすごく腑に落ちたんです。幸せってただ楽しい状態ではなくて、頭の中に余白がある状態でもあるんじゃないかなと思いました。余白があるから周りが見える。余白があるから人の話も入ってくる。余白があるから新しいことに挑戦できる。逆に悩み、不安で頭がいっぱいの時って、私たちの視野っていうのはすごい狭くなりますよね。感謝セラピーってあるんですけど、ないものばっかりを見るよりも、今あるものに感謝する方が心に余白ができます。すると不思議と前よりも人間関係も仕事の流れもうまくいくことがあります。だから成功を追いかける前に、まず幸せでいられる自分を作ることが大事なんだなと私は思ってます。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。